Hi everyone in the world! やっほーみんな、もち先生です。今日はすべて日本語のビデオです。編集で字幕をつけません。日本語リスニング練習のためのビデオです。最初は字幕なしで見てください。2回目は確認のために CC 字幕をオンにしてください。Try watching it without subtitles first.The second time, turn on subtitles CC to see if you can understand it perfectly. ということで、今日は私が英語を話せるようになった方法を教えます。よく、もち先生はどうして英語が話せるの？と聞かれるので答えますね。私は小学校2年生から6年生までの間、父の仕事の関係でアメリカ・カリフォルニア州に住んでいました。その時はローカルの小学校に行っていました。私はアメリカの学校に初めて行った日を今でも覚えています。当時は小学校の時に英語の授業がなかったので、私はアルファベットも書けませんでした。なのでアメリカの学校の授業で使うプリントに自分の名前を書くことができなくて、とても恥ずかしかったです。日本人がいない環境で本当に何もわからなくて、家族が教えてくれたフレーズは I don't know だけでした。だから私はずっと I don't know, I don't know と言っていました。アメリカの学校の隣にはキンダーガーデンがありました。なのでグラマーの授業の時はキンダーガーデンに行き、小さい子供と一緒に授業を受けました。小さい子供たちはどうして大きいお姉さんがここにいるんだろうといつも不思議そうに私を見ていました。それもすごく恥ずかしかったです。でもアメリカでの生活が数ヶ月経って気がついたら相手が何を言っているのか分かるようになっていました。完璧には分からないけど、授業で先生が言っていることもなんとなく分かりました。ラッキーなことに私は子供時代をアメリカで過ごし、英語だけの環境でサバイバルしなきゃいけなかったので、ある程度の基礎を身につけることができました。だけど小学6年生で日本に帰国してから私は大きな間違いを犯します。中学校の3年間、高校の3年間、そして大学の4年間、合計10年間、せっかく少し話せるようになった英語をほとんど使いませんでした。もちろん日本に住んでいたら友達はみんな日本人です。日本語しか使いませんよね。テレビも音楽も会話も学校の授業も全部日本語です。昔は今みたいに外国人観光客もほとんどいなかったので、英語で道を聞かれる経験もありませんでした。英語を全く使わなかった私ですが、結果どうなったかというと、英語をすっかりさっぱり忘れてしまいました。そう、言語は使わないと忘れてしまいます。ここで私は2つのことを経験しました。英語だけの環境に身を置いて英語を話せるようになったという経験、そして英語を全く使わなかった結果、ほとんど英語がわからなくなってしまったという経験。私はこの経験を生かして今また英語の勉強を頑張っています。自分の経験からどうしたら話せるようになるのかはもう知っています。それは毎日英語を使うことです。毎日英語を聞いて毎日話すことです。私はこの3年間
もち先生として日本語の先生を始めてから毎日欠かさず英語を話しています。3年前の私の YouTube の動画と最近の動画比較してみてください。自分でも驚くほど英語が上達しています。今もまだわからない単語はたくさんあるし、間違えることもたくさんあります。英語で YouTube を撮影するのも実は毎回1時間くらいかかってしまいます。それを10分の動画に編集しています。母国語ではない言語で撮影するのはかなりの苦労とストレスが未だにありますが、それでも私は諦めたくありません。私の場合は英語と戦っていますが、言語を習得するための方法は英語も日本語も同じです。何年も勉強しているのにまだ日本語が話せない人は正しい勉強法を知らないだけです。まずは基礎です。これは絶対。そして毎日毎日話すこと。単語はある程度わかるのにリスニングとスピーキングは苦手という人はいませんか？今見ているそこのあなたどうですか？それはアウトプットが全然足りていないからです。毎日日本語を使っていますか？どうですか？多分ほとんどの人が毎日は使えていないと思います。日本人の友達がいないから、日本に住んでいないからしょうがないと思っていませんか？どの国に住んでいても毎日アウトプットすることはできますよ。だけどやっぱりコミュニティに入っていた方がモチベーション維持ができるし、正しい勉強法を早く習得できるのも事実です。なので興味のある人は概要欄から私のコミュニティをチェックしてみてくださいね。どの動画でも何回も言っていますが、結局日本語を話せるようになるためには毎日勉強すること。毎日努力した人が夢を叶えます。これは何でもそうです。スポーツも楽器もすべて頑張った人が上達します。私はみんなに諦めてほしくないし、一緒に夢を叶えたいです。だからみんなも絶対に諦めないでついてきてください。私と一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。You got this! 最後まで見てくれてありがとうございます。See you in the next video. また次のビデオで会いましょう。またねー。